そしたらベーコンが入ります。ナスとベーコンを混ぜ合わせる。最後強火にしてこの美味しいスープをですね、麺に吸わせていきます。はい、こんにちは、シェフのファビューです。今日は揚げナスとベーコンの和風パスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ナス、ベーコン、ニンニク、唐辛子、めんつゆ、大根おろし、九条ネギ、オリーブオイルです。はい、それでは今日は和風パスタシリーズということで、揚げナスとベーコンを使った僕が大好きな和風パスタを作っていくんですけど、前回ですね、和風パスタシリーズでバター醤油のパスタをやったんですけど、結構好評だったので、今日はですね、僕が一番大好きな組み合わせの和風パスタをこれから早速作っていきます。はい、それではまずはナスを掃除して大きめにカットしていきます。ナスは加熱していくと縮むので、結構大きめに乱切りにカットしてあげるのがポイントです。でこのナスは結構新鮮なので、ナスを下処理する時にアク抜きっていうのをやると思うんですけど、しなくて大丈夫です。でこの今する塩はナスに下味をつけてあげるっていう塩です。でナスの断面に塩をして、これで5分ぐらい水分がちょっと出てくるまでナスを置いておきます。あとはニンニクのパンチも少し入れたいので、好みの切り方です。僕は潰して刻んでちょっと粗めな感じにして、はい、これでカットが OK です。はい、それでは今日のパスタはですね、ザ和風のパスタっていう感じで、僕は小学校の時にカフェイタリアンで食べたこの和風のパスタが揚げナスのパスタだったんですけど、その時すごく味わいに感動して、その味をずっと覚えていてですね、で今回和風のパスタを作るってなった時に、その時の味とか香りが蘇ってきて、作ったレシピが今日のこのパスタになります。で、今日のこのパスタ、和風の揚げナスのパスタっていうことで、ガーリックとこのめんつゆがベースのスープ仕立てになってるんですけど、そこに揚げナスを浸して食べるようなパスタになってるので、言ってしまえば揚げ浸しのナスを食べているような、そんな感覚のパスタで、仕上げにたっぷりの大根おろしと薬味で食べるような最高のパスタになってます。はい、それでは今5、6分経ってナスから水分が浮き出てきたので、そしたらペーパーで軽く拭き取っていきます。で拭き取ったらこの状態でソースを作ります。はい、まずはさっき切ったニンニクと、あとはちょっとしたやっぱ辛みのアクセントがあるといいので、小ぶりの空振りや唐辛子を加えて、ニンニクをオリーブオイルを加えて、で加熱していきます。でちょっと今日はいつもよりもオリーブオイルの量を多めにして加熱していくんですけど、それはもう今ここでナスも一緒に加熱していきます。でナスを加熱する時はこの皮面を今日ピーラーで剥かなかったんですけど、この皮を下にして加熱していきます。でまずは中火ぐらいでじっくり火が上がるまで加熱していくんですけど、この皮を下にした理由は、この皮がない状態で焼いちゃうと、よくナスとかを炒めるとスポンジのようにオリーブオイルとか油吸っちゃうと思うんですよね。で油吸いすぎちゃうから、皮を下にしてあげる、皮があることによって全然吸わない状態になるんですよ。だからここで皮面を8割ぐらいですね、じっくり焼いてあげると、ナスに火も入るし油吸わないというような最適な状態で火入れができます。で今この中のオイルの温度が上がってパチパチいってきました。そしたらですね、このニンニクも一緒に加熱しているので結構焦げちゃうんですよ。だからナスをじっくり火入れしたいので、ニンニクをちょっとナスの上に乗せて、ニンニクが焦げないようにしてあげるっていうのが大事です。こんな感じです。でこれでじっくりとナスに火を入れていきます。はい、それでは今数分加熱してきて、そろそろひっくり返していくんですけど、ひっくり返す時の目安は、今ニンニクの香りがしっかり立ってナスの香りもしてきました。あとはナスをですね触るともうちょっと柔らかい状態になってるんですよ。そうしたら一回フライパンフラットにして回します。回してでここで初めてこのオリーブオイルをしっかりナスにまとわせてあげるっていう作業です。でここでナスに7割方火入ってきました。そしたらベーコンが入ります。
で今ベーコンを加熱してるところなんですけど、ナスって油だけで揚げる場合ってすごく油と相性がいいのでとても美味しくなるんですけど、炒めたりする時って油の量をケチってしまうと本当に食感が微妙になっちゃってナスって美味しくなくなっちゃうんですよ。だから今ベーコンを加熱している時にさっき皮面を焼いてあげたので今身側をこうやってる状態です。で今ベーコンがこう炒まってきてベーコンからも油が出てきます。でこの油をフライパン上にするとベーコンの油がナスに落ちていってナスにもこのベーコンのうまみがまとうっていう状態になってます。で弱火で加熱していってベーコンも焼き色が軽くつくぐらいの状態にしていきます。はい、それでは今ベーコンも美味しそうな焼き色がついてきましたよ。そうしたら一度このナスとベーコンを混ぜ合わせて、でここまで来たらナスがですねとても柔らかくて美味しい状態になっているので一回バットに引き上げます。はい、でこのナスはまた仕上げに最後に加えていく感じです。でこの香ばしく炒まったベーコンとニンニクのいい香りが出ているところにめんつゆが入ります。でめんつゆとここで水ですね加えて、で一回これでベースを合わせていきます。はい、それではソースのベースが出来上がってきたのでパスタを茹でていきます。で今日は結構スープ仕立てのパスタなのでそういう時はですね喉越しがいいパスタが相性がいいので今日はテフロンタイプのツルツルタイプのスパゲッティーニを茹でていきます。で今1回沸いてきました。でここでもう火を止めちゃうんですけど今日はですねあくまでもこのスープのベースが多いスープパスタ仕立てになってくるので麺の茹で上げも袋表記の1分ぐらい前にですね揚げて最後にこのスープをしっかり吸わせてあげるっていうような作り方をしていきます。はい、それでは今麺の茹で上がりを待っているところなので薬味の大根おろしをしていくんですけど、今日のこのパスタのおすすめのこの大根の部位があると思うんですけど一番下の部分です。でこれは今日は薬味としてさっぱりとさせたいっていう大根おろしだからこそ辛い部分を使ってあげるっていう感じなので下の部分がおすすめです。でこれはもう適当にすってですりおろした大根おろしは、軽く、水分を切っておいてこれ仕上げにもう一回ここにめんつゆをかける状態にするんでちょっと完全にじゃないですけど軽く絞っておきます。でこの大根おろしの絞った後のこの汁なんですけどこれもですね要は大根の出汁なんですよ。だからスープに使ったりとかドレッシングに使ったりとかいろんな用途があるんで本当に美味しいベースになってます。はい、それでは今まだ袋表記の1分ちょい前なんですけどこの硬い状態で仕上げていきます。そしたら最後強火にしてこの美味しいスープをですね麺に吸わせていきます。でここであと1分間加熱していって袋表記の時間にしていくっていう感じですね。はい、それでは今袋表記ちょうど加熱していったところなんですけど今ちょうどアルデンテの状態です。で今日はですねあくまでもこのスープパスタの状態なのでこれで盛り付けに入っていきます。はい、これで揚げナスとベーコンのさっぱり和風パスタ完成です。はい、いただきます。混ぜながら食べます。このパスタ本当に最高です。もう先ほどお話したんですけどこのスープにですね結構しっかり混ぜながら食べるんですけどそうすると揚げナスがこの濃厚な出汁を吸ってですね本当に美味しいパスタになってます。今日のこのパスタ料理の中には、揚げ火出しの技術、出汁の技術、
あとはテフロンタイプのつるっとした喉越しのいいパスタっていう日本の文化が入ったようなそういうパスタだなと思います。はい、ごちそうさまです。今日のこの和風パスタなんですけど、本当に僕が一番大好きなレシピの一つになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。